こんにちは。DIY カフェを運営しているレオンです。このチャンネルでは週末コツコツ DIY をして古民家をセルフリノベーションする様子をお届けしています。よろしければチャンネル登録お願いします。今回の動画は3部屋目のリノベーションまとめです。こちらの襖を捨てるところからスタートしていきます。こちらの部屋は6畳の和室です。よくある畳と、ラミネート天井で作られています。まずこちらの畳は撤去して根だと合板を敷いてクッションフラーを貼っていきます。で次にここ床の間があったんですけれども、このままだとあまり使い道がないのでいろいろ考えたんですが収納にすることにしました。でこちらの部分は押し入れになっているんですけれども、この押し入れの天井が外れて天井裏に行けるようになっていたので、棚はこのままにして塗装とクッションフラーを貼るっていうリノベーションをしていきます。次に照明は、コンセントが刺さるような照明になっていたので、これもいろいろ悩んだんですが最終的には引っ掛けシーリングを新たにつけて照明つけることにしました。それから全体的に壁と天井こちらを塗装をして真っ白にしていきました。ということで今回の作業内容なんですけれども、天井と壁を塗装して床にクッションフロアを貼ってドアを作成し照明を交換し床の間を収納棚に変更していきます。それでは早速下塗りからスタートです。私が使っている下塗り剤はこちらのアクドメールです。このアクドメールは木材のアクを止めてくれるという名前の通りの下塗り剤なんですけれども、1回目はですねこんな感じで水を入れて半分に薄めて使います。アクの出やすい部分っていうのがあって、この今白い線がスーッと入ってくる木材の際部分、この辺りがアクが出やすい部分なので、そこを重点的にしっかりハケで塗っていきます。はい、この建具は天然の木材なのでしっかりアク止めールを塗っていきます。塗らないと茶色くなってしまいます。こういう天然の木からアクが出るっていうのは分かりやすい、想像しやすいんですけど、結構ラミネート天井からもアクが出るので、それは不思議ですね。なんでだろうって思いますけど、もしかするとタバコのヤニとか汚れがアクとして出てくるのかもしれません。で翌日に2回目を塗ってます。2回目は本当は24時間待って塗る必要があるんですけれども、ちょっとズルして2回目塗ってますが、やっぱり24時間待った方が、いいと思います。しっかりアクドメールが乾いた状態で2回目を塗らないと、結局フィルムが形成される前に塗ることになってしまうので、2回目の意味がなくなってしまうので、2回目はしっかり待ってから塗った方がいいです。アクドメールを乾燥させるとこんな感じでフィルムが形成されます。しっかりアクを止めてくれるフィルムです。ただこんな感じでうまくないとボコってなってしまうので薄く塗った方がいいです。はい、ここからは上塗りしていきます。塗料はこのノボクリーンっていう塗料を使っていきます。このノボクリーンの特徴は価格だと思います。この一斗缶で8000円、これはもうめちゃくちゃ安いと思うので、安いんですけど大日本塗料が販売している主力の、高品質な商品なので、とってもコストパフォーマンスに優れる塗料だと思います。はい、あとですね、塗装をする前に必ず全部取った方がいいです。分かってたんですけど、うっかりカーテンの留め具を取り忘れてしまってこうアクドメールしたので、カーテンの留め具の下はアクドメールされてないっていう、この後結局ここからアクが出るんですけれども、はい、全て取り除いた状態で下塗りからやっていく必要があります。ローラーで塗れるところはローラーで塗った方が早いです。この塗装なんですけれども、上塗り下塗りともに基本的に1日で作業を終えてます。ですので下塗りの1回目2回目、上塗りの1回目2回目っていうことを考えると4日間でこの壁と天井真っ白にすることができます。そうですね、押し入れも真っ白にすることができます。ちょっと気合と根性いりますけどこれ2回目ですね。で2回目の塗装は基本的に必要ですっていうのが分かりました。この壁はでもほとんど2回目なくても綺麗な状態で塗れました。最初の下地がおそらく油性の塗装がされていたので、ノボクリーンの塗料ののりが良くてほとんど1回で綺麗に仕上がったんですけど、でも2回塗るって決めてたから2回塗ってます。今だったら塗らないかもしれません。2人で塗るときは2つバケツあった方が
塗りやすいと思います。こんな感じですいませんみたいにごめんなさいみたいになっちゃうんで、はい、塗料のバケツ2つあった方が2人でやるときは効率的ですね。そう、壁もね、2回目塗ればまあちょっと濃くなるかなっていう感じで、天井はでもやっぱり2回目塗らないと、もともと茶色の下地の色なので、どうしても下地が透けて1回で真っ白っていうのは難しいですね。ただ逆に2回塗ればほとんど真っ白になるので、この和室を真っ白にするっていうのはそんなに難しいことではないです。一部からアクが出ました。でそれはちょっと過去の動画にまとめてますんで、まあご興味あればご覧ください。でも下塗りを2回して上塗りを2回するっていうのが一番早くて仕上がりがいいと思います。はい、ここからは畳を撤去して床を作っていきます。なんですが、この畳最初に捨てた方が良かったなっていうのが反省点で、塗装したので塗料で畳と建具がくっついちゃいました。なのでこうやってカッターで切って畳取ったんですけど、そうすると建具の塗り忘れが発生してたので、畳取らないと全部塗れないなっていう、まあ当たり前かもしれませんが気づきました。畳の下ってこういう洗い板っていうのが載っていて、この2階の床を剥がすと1階の電気配線を見ることができます。例えば照明の電気配線だったりとかが、あるわけなんですけれども、結構床に近いところに電気配線ってあるんですよ。今回できるだけ簡単に床を張りたかったので、長いビスで合板と根だと一気に打つっていうやり方をしてるんですけど、そうすると洗い板にもビスが入りますので、場合によっては電気配線にタッチしてしまう恐れがありました。万が一ビスが当たってしまうと感電の恐れとかショートの恐れがあります。このやり方ってそこまで精度がないんですけど、別にね、DIY なのでそんなに精度を求めてないですが、安全はやっぱり大事だと思いますので、できる限り床下を見た方がいいのかなと。あるいは長いビスで2回は打たないっていうのでもいいかもしれません。でここから根だと合板を使って床を作っていきます。はい、こんな感じで根だを切って並べました。で合板なんですけど、このいわゆる OSB 合板っていうのを今回は使っています。ここがコストカットの2個目のポイントで、普通のベニヤを使うとだいたい1枚2000円ぐらいするんですが、この OSB ですと1200円ぐらいです。なので6枚使うと1枚あたり800円ですから4800円のお得です。床下の電気配線をペンで書いておきます。ここにビスを打っちゃダメだよっていう印になります。できるだけつらい位置でビスを止めたい。その方がこうデコボコしないので、ただ毎回つらい位置にするってやってるとビス打ちに時間がかかってしまうので、一気にバンバンちょっと穴が深くなるぐらいに打って、あとはパテ埋めするっていうのが早くて楽しいかなって思います。で OSB 合板ってこの木の繊維をグズグズにして固めたものなんですけど、なので強度ってどっちも同じかなと思ったらそうじゃなくって、縦方向に強度が出るように作ってありますから、根だを強度方向に対して垂直にする必要があります。この下塗りパテが乾かないうちに暇だから幅木を貼るっていうことをやってます。この幅木すごく柔らかい MDF 材っていう、これこそ木くずを樹脂で固めたものだと思うんですけど、とっても柔らかくて手のこで切ることができます。簡単に。もちろん丸ノコでも切れるんですけど、丸ノコが足に当たって亡くなられる方もいますので、そういう命の危険がある道具を使うっていうのがちょっとストレスなんですけど、なのでこの幅木は安全な手のこで切ってます。幅木ってなんかボンドで貼るんですけど、最初なんだそりゃと思ったんですけどボンドってすごく強いのでしっかり貼れます。でボンドはヘラで伸ばさない方がいいです。さっきの通りボンド強いので、ボンドが乾いた時にヘラからボンドを取るのが大変です。ペロって取れるイメージだったんですけど、そんな簡単に取れないので歯ブラシを使った方がいいよっていう過去コメントをいただきました。歯ブラシでボンドを伸ばすのがいいと思います。この隠し釘って本当に曲がるんですよね。だからこの隠し釘を打つフィニッシュネイラーっていう道具があったと思うんですけど、そいつをね買いたいなとは思いますね。はい、これで幅木貼り終わりました。
この板と板の重なり部分凸凹をなくすのが難しいので、このような十字路にしない方がいいっていうのは分かりました。 T 字路にした方がいいですね。十字路にすると一体どこが平面かよく分かんないんで、 T 字路にして T の上部分が平面であるっていう風にして凸凹をなくすようなことをした方がいいと思いますね。上塗り剤の一発でなくなってくれよ凸凹って思いますけどね。まあいつかもうちょっと上手くなるのかな。この隠し釘の頭取るの気持ちいいですね。チって取れるんで僕は好きです。この隠し釘は仮止めなので、基本的にはボンドで幅木は止まってると理解してます。釘を抜くときは手の甲を擦って怪我するので、必ず手袋をした方がいいです。クッションフロアって重いんですよね。もうね、クッションフロアのカットがめっちゃ苦手なんですよ。だからすごくカットしてますけど、クッションフロアのカットが嫌で黄昏れてました。クッションフロアカッターっていうのを使えばかなり綺麗に切れるんですけど、敷居が低いところ、壁が低いところっていうのはそのクッションフロアカッターが使えないので、一般的なヘラを当ててカッターで切るっていう方法があるんですけど、どうしても僕苦手でできないんですよね。だからこういう定規を使ってカッターで切ってます。そうするとめっちゃ綺麗に切れるので、これがすごく個人的にはやりやすいですね。で、今回はこの直定規でやりましたけど、曲がりが強かったりする場合もあるので、もう少し短いもの、例えば15センチとかそういうような直定規で切った方がいいです。切り終わった後、この壁部分はさっきの CF カッターが使えますので、その CF カッターで切っていきます。でこっちの部分は全部壁があるところなので CF カッターでバーッと切るだけで OK のはずです。そこまでストレスじゃないですね。ただ角の部分をクッションフロアカッターでは切れないので、もう形を覚えといて少し離してカッターとヘラで切るっていうようなことを僕はやります。形を覚えてカットします。はい、ぴったりです。本当はここに幅木が入るんで、はい、ぴったり切れました。これは 3.5mm の隙間があって、やり直そうって思いました。過去の動画でまとめてますんで、よろしかったら見てください。ミスっちゃったんですけど、なんとかなるもんです。で、僕は基本的にクッションフロア貼るときは両面テープで貼ってます。というか両面テープでしか貼ったことがないです。一般的にはボンドでクッションフロアは貼ると思います。なんですかね、やっぱこうお手軽に剥がせるっていうのが個人的には安心して作業ができますね。ボンドは後からしまったとかなっても剥がせないんで両面テープって剥がせるからいいじゃないですか。個人的には好きです。特に問題なく使えます。貼っていきます。2枚貼ったら、あとはその接合部を直定規で切っていくと。でプリント面の溝部分っていうのがあるので、そこに合わせて切っていきます。最初はこれね、めっちゃ緊張したんですよ。これミスったら全部バーなんでやっぱり緊張しましたね。ただ何回もやってると、よっぽどミスらないなーっていう感覚があるのと、少々切る場所間違えてもそんなに気にならないなっていうのも経験で分かったので、今はそんなに緊張しないです。はい、じゃあ床はクッションフロアを貼ったので、押し入れの中段にもクッションフロアを貼ります。ベニヤよりもクッションフロアが貼ってあった方がつるっとしてて気持ちがいいと思うので、僕は貼ってます。はい、こんな感じでどうでしょうか。はい、両面テープで貼るだけです。半分貼って半分貼るっていう、それだけです。はい、ここもクッションフロア貼っていきます。そうなんですよね。どういう仕様にするか決めるっていうのが時間がかかりますね。塗装するっていうパターンもあったと思いますし、この床の間の台自体をなくしちゃうっていうパターンもあったと思うんですけど、一番バランスが良かったのかな、このクッションフロアを貼るっていうのが。このラワンランバーコアのドア気に入ってるんですけど、安いですね。普通にドアを買ったら2万円ぐらいはしちゃいますので、それに比べると4000円っていうのはとっても安いと思います。あとはこのブライワックスをかけちゃえば、なんていうか木目がなんかいい感じ、美しい感じで僕は好きですね。ただもちろん車とか取っ手とかはつけなきゃいけないので、そういう手間はかかるんですけど、ドアに2万円ちょっと辛いなと思って、はい。で敷居とかもね、最初からつけちゃうと大変なので、
もともとついているものを再利用する。そう思うとこのドアだけ DIY で作るっていうのが個人的にはリーズナブルかなと思ってます。ただ取っ手をつけるための溝を掘るっていうのがちょっとめんどくさいんですよね。もちろんいい道具、トリマーってやつ使えばもうちょっと早く合理的に開けれると思いますが、これだけのために使うのもなーっていうとこで気合と根性で作ってる、こうやってやってるんですけど、そうで反対側はこの引き出し用の取っ手をつけてるんですね。でこの引き出し用の取っ手おしゃれだとは思うんですけど、一番楽ちんなのは今見えている取っ手をどっちにもつけちゃうっていうのが貫通穴で加工もしやすいんですけど、この取っ手の深さが 10mm あってこの板厚が 18mm なので 2mm 取っ手が浮いてしまうんですね。だから仕方なくこの引き出し用取っ手&桜引きって使ってます。そう敷居が曲がってて当たるんですよね。でこの当たる部分、そこをカットして、はい、ここはスムーズになりました。すぐ天然の木材なので修正はしやすいですね。はい、次にこの隙間 8mm も空いてたんですよね。さすがに気になりますね。だから今回の僕の対策は敷居をここだけ掘ればドアが少し傾いて隙間が埋まるはずで、ひたすらこういう感じでヤスリで削りまくったんですけど、局所的に掘ってもダメっていうことが分かったんでもう電動工具で削ったれと思ってギュイーンって削りました。早いですよね。ただギュイーンって傷ついちゃいましたけど、はい、あんまり効果なかったんですよね。そう結構広範囲に掘らなければならない。はい、4ミリ。電動工具で丸いビットでやするとちょっとデコボコになっちゃうなーっていうのが分かったんで、平やすりで削りました。基本的にはでもドアの隙間引き削れば大丈夫っていうのが勉強になりました。けど結構時間かかったんですけどね。はい、照明ですね。電気工事は必ずブレーカーを落としてからやります。器具に何ミリ電線が出てなきゃいけないかっていうのが書いてあるので、それを見ながら長さを決めます。でこの照明買ったんですね。この照明すごい高級品で5万円ぐらいの商品です。中古だったんですけど3個で3000円っていう超格安、15万円が3000円で売ってるっていう。ただ直付けだったんで、それは加工必要だなっていうのは覚悟して買ってます。別に変えるだけじゃんって思ったんですけど案外大変でした。より線になってて、より線をこの引っ掛けシーリングの器具につけるっていうのがとっても大変でした。っていうかできなかったので仕方なくハンダ付けしてより線をまとまる状態にしてからネジ止めする方法を取りました。これが分かってれば丸端子とか Y 端子とか用意しておけば早かったですね。で器具はこのプラスチックのコードにはめる部品があるんですけど、それをつけてあげるとコードに照明の重量がかかって安全なので、よく読んでから使った方がいいと思います。はい、こんな感じで照明つけることができました。ちょっと長いんでね、電線を短く結んでこんな感じで、雰囲気はすごくいいんですよ。いいんですけど大きかったんですよね。この照明存在感がねでかすぎた。昔の家だからっていうのもあるんですけど天井が低いんですよね。そこにさらにああいう大きい照明つけちゃうと結構圧迫感がありました。なのでこの小さいシェードを買って、そうすると圧迫感減るかなと思って試してみました。ほら照明ってすごく奥深くて、このシェードかけるとめっちゃ暗くなるんですよ。で当然最初のシェードでもこんな感じで暗い。結局最初のシェードを切ったのが一番いいんじゃないかって思って最初のシェードを加工することにしました。切り口が美しくないだろうと思ったんで、余り部品から布部分を取ってこんな感じで小口に貼るっていうようなことをしました。つけてみて明るくなりましたね。明るくなった。おー、良くないですか。圧迫感も減って。
この部屋スイッチがないんですよ。部屋に入ってすぐボタンを押すと照明がつくっていうのが一般的な最近の住宅だと思うんですけど、それがないのでリモコンをつけることにしました。もちろん電気工事するっていうパターンもあるんですけど、電気工事するよりもリモコンつけた方が楽ちんなのでリモコンを選んでます。ただリモコンのホルダーっていうのがなくて、これいろいろ探したんですけど、この最終的にはステーを曲げて作ることにしました。例えば100均とか行けば何て言うんですかね、筆立てとか箱とかそういうのあるんですけど、どうしてもちょうどいいリモコンをこうホールドしてくれる、なんかちょうどいいやつがなくてステー曲げて作ることにしました。いやー楽しいんですけどね、時間はかかりますね。おー、いいじゃないですか。であとはこのぐらいで押すかなっていう位置を確認してビス止めしていきます。はい。便利ですね。ここの床の間の部分に収納を作ります。収納は可動棚を作りました。やっぱりいろんな収納物に臨機応変に対応できる棚がいいと思ったので、この可動棚の柱と受け棚と、そしてこの棚、木材の棚、この3つだけです。450mm 間隔で下地が入っているっていうのは分かりました。でこの柱にも 450mm 間隔で穴がありましたので、柱を下地につけることができます。水平から確認してます。水平じゃなかったんでどうしよっかなと思って、この水平を疑うっていうのが面倒ですね。柱を壁のギリギリにつけた方が美しいかなって思ったんですけど、工具が入らないんでちょっと壁から離して柱をつけました。で上からつけて後から下つければ垂直つけれるかなと思って上からつけてます。床の間の丸い柱に当たってしまうので棚のコーナー部分を1個カットする必要があります。でこの板も何にするかすごい迷ったんですけど、この SPF の材料にしました。3枚3000円っていうか3650mm だったかな、で3000円だったと思います。これを3枚にカットするっていうような風で準備しました。他の方法として 1x4 が1本200円だったかな。それだと1個の棚を作るのに2枚使わなきゃいけなかったんだから1枚で400円なんですけれど、どうしても棚と棚のつなぎ目っていうのが美しくなくてやめました。であとは修正剤、例えばパイン剤とかもあるんですけどちょっと高いんですよね。でだいたい 2m で売ってるんですけど 2m2000 円とかで、必要な寸法が120センチで1枚しか取れないんですよね。でお金も2000円以上かかってしまう。3枚作るとそれで6000、7000になっちゃう。それはちょっと払えんなと思ってブラブラ歩いてたら SPF 剤 3.6m であって、これだなと思って使いました。ホームセンターぶらついててこれだって思うの結構楽しいですよね。でこの辺りから新しい丸ノコを買ったんですけど、これがすげえ使い心地が良かったです。まず今まで使ってた丸ノコが僕のおじいちゃんの使っていた丸ノコで、それも古すぎでしょっていう話はありますが、ちょっといいコードレス丸ノコってまずパワーは全然今までのコードの丸ノコと遜色なかったです。で取り回しが全然楽ですし、台座の性能がいいんですね。進み方がとってもスムーズ、非常にまっすぐ切ることができる。ちょっと感動しましたね。丸ノコはいいやつ使った方がいいと思います。少なくとも古いもの使わない方が僕だけかはいいいと思います。そうなんですよね。ここ鍋ネジの方がいいと思います。僕皿ネジしか持ってないんで皿ネジを打ちました。それでも別に使えることは使えますね。はい。で天然の木材なので反りが結構強かったりするんですけど、この金属の棚受け金具を止めてあげれば、はい、反りが改善されます。ガチャンガチャンってこうトルクが効けばしっかり柱がついてるってことなので安心しました。下地があるのは確認してますが、やっぱりつけるまでは不安ですね。はい、棚つけてみます。ガチャリンコと。いやー雰囲気いいですね。はい。そうそう、ちょうどいいこの合成、厚さ 19mm、 過不足ない感じで、はい、とはいえね、すっごい重い塗料とかそういうのはちょっと置くのはおすすめしないですね。はい、スタンディングデスクとしても使えるように奥行きが25センチとしました。はい、ってことで3部屋目完成です。いやー綺麗になりましたね。コストは前回よりも安くなったと思います。
塗料を安くしたのと合板を安くしたのとあと照明安くしたんで、ただね時間がねこれも結局3ヶ月ぐらいかかっちゃっててもうちょっと早くやれよっていうことなんですけど、次はリビングの動画を上げると思います。8畳と4畳の部屋なんですけど、それをつなげて12畳にして広々リビングを作りますので、はい、もしよろしかったらお楽しみにしてください。チャンネル登録、いいね、コメント何でも嬉しいので、ぜひリアクションお願いします。それではまた次回お会いしましょう。